さんこんにちは。スティーブテック支店のスティーブです。こちらにあるのは私の車ではありません。ご安心ください。おばあちゃんの車ですね。ご存知の通り、アメリカにはさ、いう年寄りの車にはね、マークみたいのはないんだけど、やっぱり年上の方がたまに物にわざとじゃないんだけどぶつかったり、ちょっと駐車場で壁に軽くぶつけたりすったりすることもありますよね。残念ながらうちのお母さん、おばあちゃんですねはそういうことをよくやりますね。見てください。ご覧の通り、先日どういうふうにこれなったの知らないなという英語のその漢字のおばあちゃんから、知らないんだけどこれが知らないうちについちゃった車にわかんない。そうですか。じゃあちょっとね残念でしたねって言いながら直すことをなるべく直さないといけないですよね。これやっぱりおばあちゃんでもこれ好きじゃないと。こういうところをどういうふうに直していくのか、私も素人です。よくわかんないんですが、いつも使うものをまた出してこれがどのぐらいきれいにできるのかはちょっと試しにやってみましょう。まず以前何回もご紹介させていただいているメラトニンじゃないよね、メラモニンじゃないよね、メラなんとかスポンジというものですね。なかなか覚えれない名前なんですけど、このスポンジにものすごい力がありますので、ひょっとしたらこの部分にこういうところにへこみも気持ちあるんだけど、それは後でとりあえずこの傷とかこの壁の擦ったものの跡をなるべく落としたいということで、まずこれを使う。これをうまくいかなかった場合、もしくはこれも同時にコンパウンド、この2つでどこまでこれを通せるのかっていうのをちょっと試しにやってみたいと思います。スポンジを少し濡らすことが多分おすすめだと思います。まず上から全部消えるわけじゃないんで、ペンキのこうまで下の方まで傷になっているところは消えないんだろうと思うんだけど、どこまでこのひどいのを取れるのかはちょっとスポンジとこの普通のなんていうんですかね、車をきれいにするためのこういうスプレーなんで何でもいいんですよね。多分お水だけでもいいんだけど、ちょっとこういうきれいにする力のあるものを使えばどうかなと思いますね。さて下の方から、上の方からかな、こういうところに効くんじゃないのかな。これは何かのペンキか何かの壁の色の跡なので、こういうところがどう効くのかな。メラトニンスポンジじゃないよね。このスポンジにまずこの液体をかける。それでちょっとこうすると、すげえな。ほらちょっとやっただけで、確かにこれはねペンキにはずっと使おうとね、ちゃんとペンキが落ちてないことを確かめながらやっていくことなんだけど、濡らしてやると意外とこのスポンジの力がすごいですよ。ほらおばあちゃん何もなかったよ、夢の中だったんじゃない、この傷がついてるのはってと言えるように頑張りましょうね。消えましたね。ほら、じゃあ次はここから行きましょう。ここもほらこのスポンジだけで結構落ちますよね。落ちないところは例えばこういうところで後でコンパウンド、ひょっとしたらもう深いものだとほら消えたよ。ほらちょっと力入れてペンキが落ちてないのを確かめながらこうやるとすごいもう効きますね。ほらもうこんなに綺麗になりましたよ。こういうところが非常にほら落ちてる簡単に。
Go to him. Go over there. Hey, get him out. Get him out.どうですか？ほら、どうですかね？なかなかいいんじゃないですか？ほら、ほとんど消えましたよ。ほとんど消えた。まだ確かにこういうところはあるんだけど、今度次はコンパウンドでやったらこういう細かい傷、これが消えないんだろうな。ほら、爪ですぐわかるんだけど、深いのはね。でもひょっとしたら他のところが取れるんじゃないのかなと思いますね。ほら、ここは残りの全部取れましたよ。 OK。 じゃあ次はコンパウンド使ってみましょう。ここからやってみましょう。まだ見えます？細かい傷。ほら、でもコンパウンド使うことによってこういう傷がまあ全部じゃなくても消える。まあ全部ね、もっとね、これ手でやってるからマシンで磨くマシンでやったらもっと効果があると思いますが、まあ全部消えなくてもね、さっきより目立たなくなってくればいいんじゃないか。 DIY 的にこういうところが必ずおばあちゃんおじいちゃんはね、じゃなくても若い人でもね、まあ運転下手くそな運転の素人っていうか運転下手くそマークつけてる。俺もつけてるんだよね、箱塚に。まあジョークなんだけど、アメリカンジョークなんだけど、それはでもこういうことがたまにあると思います。少なくともアメリカでこういうのはよくありますね。さっきと比べると全然、まあ完璧じゃないんだけど、パパッと5分ぐらいの努力でほらここまで綺麗になって、どうせまた起きるからさ、残念だけどとりあえずここまででもやってもおばあちゃんから見ると完璧なサムズアップな直し方じゃないですかね。さらに発見ですよ。さらにほら今度前のバンパーもやられてますね。ばあちゃん大丈夫かなってちょっと心配なんだけど、でもこれはね、ここは無理かもしれないけど、白いところ同じところをぶつけてるんじゃないですか。同じところを毎回ぶつけてるんじゃないのかな。同じ白いか黄色っぽい壁ちょっと濡らしてスポンジで結構強いですよ、このスポンジはの力は。ほら絶対消えないんだろうなと思うところでも表だったら消えますよ。ほとんどほら消えましたね。スプレーは何でもいいですよ。ちょっと濡らすお水だけでもいいしさ、このスポンジの中に力がすんげえ力があるんで、ほらだから消えましたでしょうか。よしね、
さらにありましたよ。見ておばあちゃん、これ何ぶつけたんだろう。これはね、残念ながら完全にもうペンキがもう剥がれてるので、これは仕方ないんだけど、こういうところがひょっとしたらもう傷なんだけど、こういうところでこのスポンジの力で少なくてその白くなっているところが消えれば、まあ、傷がちょっと目立くなくなるんじゃないのかなというところがあるんで、まあ完璧じゃないんだけど、これどうせまた絶対こういうね、特にこの右の後ろが、これはねおばあちゃんにとって日本はその反対だと思うんだけど、首が曲がらないとこういうところがすぐなりますよね。まあこれはね消えないんですよ。これはペンキより深いので、表より深いので消えないんだけど、とりあえずでもその白いところがなくすればちょっといいんじゃないかなと思いますよね。こういうところ、あとはこういうのもね、ほら、あとはここはどうする。これはペンキするしかないんだろうな、これはね。でもまたどうせ起きるからペンキしてもね意味があるのかどうかっていうのもあるんだけどさ、アメリカは別にこのままで走っても何の恥はないんで、日本はねすぐこういうのでもね直す人が多いと思うんだけど、アメリカは違うんです。これも日米文化の一つの違い。どんなにボロい車でも、どんなに傷があっても、どんなにへこみがあっても、アメリカ人はね平気で乗っちゃうからね。ボロい車多いですよ。車検とかもね日本みたいにはないから、ボロい車でも本当にもう走れなくなるまで乗る人もいっぱいいますね。とりあえずあんたもほらおばあちゃん、お母さん、おじいちゃんにもう車見てあげて、ちょっと傷があるんで直してあげるよって言ってみたらどうですか。気持ちいいですよ。おばあちゃんとおじいちゃんも喜ぶと思うし、こういうことが必ず絶対起きるから、やってあげたらいいんじゃないですか。簡単な DIY ですね。いかがですかおばあちゃん。ほらさっきのっていう状態からハッピーな状態に変わりましたね。簡単な、5分10分ぐらいのスポンジと、時間とスプレーと柔らかいタオルがあれば誰でも簡単にできることでございます。あと皆さんそれぞれ多分自分たちなりのやり方もある、と思うんで、ご意見またやり方の、アイデアの交換というか、それ交わしながらコメントの方に、また残しておいてもらえれば、お互いに多分プラスになる、情報交換みたいな感じになりますね。ところでこれはもうサムズアップですね。サムズアップ、スティーブのサムズアップのブランド、チャンネル登録、この動画のサムズアップもよろしくお願いします。ではまた次回ね、よろしく。